はい、今回は、キックペダルの踏み方と練習方法について紹介していきたいと思います。はい、まず踏み方ですけれども、かかとを上げて踏む、ヒールアップ走法。これと、かかとをつけて踏むヒールダウン走法。大きく分けてこの2種類あるんですけれども、それと合わせて、このビーターをヘッドに押し付ける、クローズド走法。これと、押し付けないオープン走法。この2種類もありまして、組み合わせると、ヒールアップのオープンクローズ。でヒールダウンのオープンクローズ。の4種類になります。でこれは自分の好みの踏み方を使っていったりとか状況に応じて使い分けていくということになりますので、全部踏んでみて一番しっくりくる踏み方から始めていくといいと思います。はい、でそれぞれの特徴とか演奏のポイントですけれども、まずはかかとを上げるか、下ろすかですけれども、こう上げると、足全体のこの動きとか重みが使えますので、ボリュームが上げやすいですし、かかとを下ろして、こう完全につけてしまうと、このすねの筋肉だけでいくことになりますので、音量は上げづらいんですけれども、かかとがついている分、体がこう安定させやすくて、で、小さな音も鳴らしやすいという特徴があります。で、クローズド走法に関しては、ヒールアップは、足の重みが使えますので、やりやすくて、でヒールダウンだと、すねの力だけなので、ちょっとやりづらさはあるかもしれません。でオープン走法ですと逆にこうヒールアップだとこうビーターを戻した後に、不安定になりやすくて、逆にヒールダウンだと踏み込んですぐに力を抜けば、簡単にビーターが戻ってきてくれますので、このヒールダウンでは割とオープン走法はやりやすいかなと思います。はい、で他には、フットボードのこのどの辺りを踏むかですけれども、自分から見て前後ろとしまして、クローズド走法の場合はこのビーターの戻りがの勢いがこう止めやすい前の方がやりやすいですし、でオープンの場合はビーターが戻ってきやすいこの後ろ、この手前の方を踏むとやりやすいと思います。
うんですので高速で連打したい時にはこのビーターの戻りが速い結構手前の方を踏むと、よりやりやすかったりすることもあります。はい。でちなみに一度ペダルを手で押してみるとこのフットボードの場所によって力の加減の違いとか、よくわかりますので、おすすめです。はい、で演奏のポイントですけれども、ヒールアップのクローズドの場合は、少し向こうの方に足を突き出すみたいな感じで踏むと、うまくいくと思います。でその時の注意点としましてはこのかかとがギュッと上がってしまっているとこのふくらはぎに力が入ってしまって、足首がロックしてしまいますので、かかとは上げすぎないというところを意識していくとうまくいくと思います。でもう一つは、どの踏み方にも共通するんですけれどもこのフットボードから足を離してしまわない、これ離してしまうともうその時点でコントロールが効かなくなってしまいますので常に少しでもフットボードについている状態にしておくのがいいと思います。はい。でこのあえて座る場所を前の方にして足を真下に落とすように踏むことで演奏の反応を良くするという方法もあります。ただそうするとスネアとかも体に近くなりますので、トータルでやりやすいかどうかというところで、そういった方法で演奏するのもありだと思います。はい。でヒールアップの、オープンの場合は、スティックのダウンストロークと同じで、打ったら跳ね返して瞬時に止める。ということでタイミングと力の入れ具合が、大切になってきます。ちょっと習得に時間がかかる踏み方だと思いますけれども、スティックのダウンストロークをイメージしてそれを足でやっていきます。でかかとを上げたままビーターをヘッドから離した状態、ですと支えが効かなくなって、体が不安定になりますのでヒールアップの、オープンの時は踏んでいない時はかかとをつけてしまうと、体も安定させやすくてやりやすいと思います。
はい、で次はヒールダウンのクローズドですけれども、少しだけ前の方に乗せてすねの力で踏み込む。これしか方法がありませんので、これで踏みたい場合は、すねの筋肉を鍛えていきます。で、オープンの場合は、ヒールアップより、やりやすいと思いますけれども、同じく、少し後ろの方で、跳ね返して瞬時に止める。で、そもそもなぜオープンとかクローズドって分けて踏むかというところですけれども、それは音色の問題なんですけれども、例えばペチペチってアタック音をしっかり出したい時にはやっぱり押し付けるクローズド奏法が有効でして、で逆にボーンボーンっていうバスドラムにもサスティーンが欲しい時に、そういうチューニングにしているんですけれども、ビーターで押し付けてしまうと音が止まってしまったりとか、あと今みたいにベリベリって余計な音が鳴ってしまうこともありますので、押し付けないオープン奏法が有効になるということです。はい、ということで、まとめておきますと、ヒールアップのクローズド奏法は、かかとを上げてフットボードの前の方を、少し前に蹴り出すようにしてビーターをヘッドに押し当てます。で、ヒールアップのオープン奏法はかかとを上げてフットボードの少し手前を踏むようにして、跳ね返したビーターを瞬時に止めます。でヒールダウンのクローズド奏法は、足の裏全体をフットボードの少し前の方に乗せて、すねの力でビーターをヘッドに押し当てます。で、ヒールダウンのオープン奏法は、足の裏全体をフットボードの少し手前に乗せて、跳ね返したビーターを瞬時に止めます。で最後に、練習方法についてですけれども、スティックに比べて、なかなか気軽に踏めないというのもあると思いますので、
まずは、踏める機会があったら、足だけでとにかく連打してペダルに慣れていくということをやるといいと思います。でそういうのに慣れてきたら今度は、バスドラムのこの単体、右足だけで、クリックに合わせていろんなリズムが演奏できるように練習していきます。一つの例として紹介しておきますと、はい、こんな感じで、右足だけでクリックに合わせて、いろいろなリズムを、正確に演奏できるようにしていくという感じで、最終的には、手足のコンビネーションとか、いろいろなビートの中で踏めるようにしていくという流れがいいと思います。でペダルを踏めない時の練習としましては床を直接踏むという動きをよくやっておくといいと思います。これはヒールダウンでつま先だけで踏むとか、あと、ヒールアップの状態で踏むとか、あとは、つま先をつけた状態でかかとだけで踏みます。これはただ踏んでるだけではなくてしっかりクリックに合わせて動かせるようにしていくというのが大事ですので、常にメトロノームを使って練習していきます。で最後にもう一つ足首が手首と同じように動くっていうのがペダル操作にとってすごく、大事になりますので。こういった感じで足首がしっかり上下させられるようにクイクイクイと動かす練習、これおすすめですのでもし固まって動かないとかくるくる回ってしまうとかありましたらぜひ上下にスムーズに動かせるようにしてみてください。あとはこれウォーミングアップにも使えますので、今後もずっと続けていく動きの一つになります。はい、ということで、キックペダルの踏み方と練習方法についてでした。